さて今回は MS キューブの MS3V1 です。ガンの元デザイナーが設計したもので、新ブランドである MS キューブからの製品となっています。スタンドとポーチは箱の外にありました。今回もスマートシップさんから入手しました。早速開けていきます。オープン。カードが入ってました。ガンの付属品と似てますね。シリアルナンバーが入ってます。本体とアクセサリーボックス。本体を取り出してラップを剥がします。ちなみにこれはエンハンスドの方です。センターエッジ間にマグネットがあるやつです。初めて見るロゴです。新ブランドですからね。ちょっと潤滑油がすごいのでティッシュで拭きます。拭き拭き。表面はグロス。流行りのマット加工ではありません。まずはガン 356X と比べてみましょう。ガン 356X の表面、MS3V1 の表面。ほとんど区別がつきません。MS3V1 は内部が原色なのでそこで区別できますが、色味もかなり似ています。センターキャップの形がほとんど一緒ですよね。白面はまあ色味は同じ。赤はちょっと明るいかな。青も若干水色寄りですかね。でもほとんど一緒ですね。ほんの少しだけ色味が違う気がします。ガンの方はロゴは削ってしまいました。回してみます。356X 系の音には聞こえないですね。356X はスコスコといった感じ。グーホン V4M。356X よりはグーホン V4M に近いかも。グーホン V4M の方がちょっとカチャカチャいうかな。ちょっと低音程で、シュルシュルっていう感じ。はい、今回も、ダーオカさんに回していただきました。サンプルソルブもやっていただきました。短いですが以上です。サイズですが、356X は当然 56mm。MS3V1 は交渉約 55.5mm ですが、何回測っても 56mm です。354M 的なサイズを期待すると失敗するかもしれません。重さは 80g。グーホン V4M は 67g。356X は 80g。356X と全く同じ重さでした。他のキューブとも比べてみます。カチャカチャ系。音の高さが違うけどカチャカチャ系。これもカチャカチャ系。似てるんだけどまだカチャカチャ聞こえる。
これも違う感じ。これも違う。グー本 V4M より音程が低くてカチャカチャしないので、全ユン V1 か V2 に近いのかも。コーナーカットは47度くらい。リバースはオンザライン。さて分解してみます。後で言いますが、このようにキャップを開けると、壊れる危険があります。ネジがないのでドライバーは不要でした。字が小さくて見えない。取説を読みますか。アクセサリーボックスの中身は、コアと軸と GES みたいなもの。ロゴシールのスペア、エンハンスドは紫なんですが、取説らしきものと、バネ一式。あれ、2袋入ってました。後で弾力を調べてみます。手順書ですね。省略します。取説です。数字が大きい方が弾力が強い。出っ張りを時計回りに回して好みに合わせる。トラベルディスタンスは A と B があり、時計回りに回すと A できつめ、半時計回りに回すと B で緩め。ネジの締め付けと同じ方向ですね。手でできるとありましたが、ちょっと難しいかな。数字が見にくいのと、どこに数字を合わせるのかよくわからない。アップで見てみます。ここに1から5の数字があります。ここで回すんですが、どこに合わせるのかわかりました。この数字を合わせるのは、ここの内向きの矢印でした。今、1に合っています。2、3、初期値は3だと書いてあったので戻しました。ちょっと見にくい気がします。トラベルディスタンスはどうやって調整するのか押し込んで回す。全部を押し込んで回したら回りました。この時に1から5の設定がずれやすいです。こっちが緩めの方、初期値はきつめです。全部緩めにしてみます。このようにキャップを開けると危険です。ピンが超長いんですよ。折れる可能性があります。赤センターのキャップの出っ張りを、1本曲げてしまいました。白くなっているところが無理に力が入って、折れかけている証拠です。慎重に直します。このままだとキャップが閉まりません。まだ少し曲がっているようです。はまりません。ラジオペンチで直します。あまり強くやると折れそう。はまれば OK。できるだけ平らにしてから押し込む。もう少し。平らにする。押し込む。はまったー。ピンを曲げない外し方はこれがおすすめです。対角線に爪を入れて両方から引っ張る。はめるときは平らにしてから押し込む。これならピンを曲げたり折ったりすることはないでしょう。赤キャップはちょっと曲がっちゃってるのではめにくい。すべての面のトラベルディスタンスを緩めた後ですが、あまり差は感じないかな。コーナーカットは広くなってる感じはします。リバースも。さて、
矢印と数字が見にくすぎるので、白のペイントマーカーで印をつけてみます。この矢印、気がつかないって。数字の方は1から5が3セットあるので、3箇所ある位置に印をつけます。こんな感じになりました。ここが1で一番ゆるい。見やすくなった気がします。さて、アクセサリーボックスに入っていた青の軸ですが、取説では特に触れられていません。トラベルディスタンスを変えるために、長さが違うのかなと思いましたが、色々測ってみましたが、赤と青はどうやら同じものです。これは軸以外のコアや丸い部分も、すべて色が違うだけのようです。ということでスペアなんでしょうね。コアと軸はこのような仕組みです。鍵のように1箇所だけ出っ張っている。それを溝に合わせて差し込む。ここから90度右にひねるときつめ。引っ張った状態でロックされます。バネに押されますからね。半時計回りに回すと緩めです。こっちの方が引っ張った時に、外側に移動する量が大きいです。なのでトラベルディスタンス大ですね。抜くときは90度回して真ん中に合わせる。ヌメリカル IPG の内側と外側が入れ替わった感じ。バネが2セットありますので比べてみます。こっちは赤い線のない袋のバネ。7本入っていました。こっちは赤い線が入った袋の方のバネ。こっちも7本入ってました。弾力を比較してみます。赤線のある袋のバネ2つ、赤線のない袋のバネ2つ。押し付けてみます。右の方が弱いか、変わらない感じ。もう一回。変わらないんじゃないですかね。違うとしてもほんのわずかな違いだと思います。単に、スペアが多めに入っていたんだと思われます。違うんじゃないって方はコメントお願いします。センターピースの内側にワッシャーが入っています。バネが磁力でくっつきます。後で調べましたがワッシャーには磁力はなかったです。周りの4つの磁石の磁力が伝わってきてるんですね。これら4つですね。それらがエッジ側のここのマグネットと引き寄せ合う。ファルク3エリート M とはちょっと違う位置ですね。どれくらいの効果があるのかよくわかりません。外せないので比較できないんですよね。内部の作りを見ていきます。特徴的な、クモの巣の形の溝。ハニカムはガンに特許を取られているのかな？ 11M プロと比べてみます。内部が原色なこともあり、かなり似ています。ここに少し隙間があるのは、表面パーツの取り付け方式が悪いんじゃないかなと思います。サイドからのビューも似てますね。センターキャップはほぼ同じ形。コーナーもほとんど同じ。足の形が若干違うくらい。エッジの比較。11M プロの方が足にくぼみがある感じ。
的にはかなり似てます。センターマグネットの強さを見てみます。結構引き寄せられます。手を離しても落ちません。結構アシストに貢献するのかも。磁力アシストの比較、11M Pro は90度ごとに強力にスナップします。90度ごとに安定して止まる。回転が軽くてマグネットが強いとそうなりますけどね。MS3V1 はそこまでは安定しない。ちょっとずれることがあります。11M Pro は一度もずれない。ずれた？でも許容範囲ですね。MS3V1 をその設定に近づけてみます。いろいろな設定を試してみた結果、トラベルディスタンス A、テンション1が最も近い気がします。表面バーツ剥がしですが、環合が硬すぎて外そうとすると割れそうでしたので、分解は諦めました。まとめです。MS3V1 は予想よりは回しやすかったです。回し心地はグーホン V4M に似てるかも。音はグーホンの方がカチャカチャ言います。もう一度 MS3V1 を回してから、11M Pro を回してみると似てるんですが、スナップは 11M Pro の方が安定しそうです。MS3V1 は他の多くと比べたらこれらに近い気がします。海外の動画では結構酷評もありますが、そんなに悪くはないと思いました。もうちょっと安い価格設定でもいいんじゃないかな、とは、思いましたけど、買ってみるのもありだと思います。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。